皆さんこんにちは。お疲れ様です。冬の香りが日に日に深まってきましたね。空気は澄んで、朝の光は優しくて、息を吸い込むと胸の奥までひんやりと届くような季節です。皆さんそんな中いかがお過ごしでしょうか。家の中では猫たちが季節の変化を一番正確に感じ取っています。お日様が顔を出した瞬間、ここだと言わんばかりにそれぞれが日の当たる場所へと集まっていく。窓辺、床、ラグの端とか、光が落ちる場所をめぐる静かで小さな場所取り合戦が毎日の風景になってます。毛並みもすっかり冬仕様。触れるとふわっと空気を含んだような柔らかさで、夜になるとその体は天然の湯たんぽになります。布団に潜り込んできてじんわりと伝わるぬくもり。電気でもお湯でもない生き物の温度がその季節を超える力をそっと分けてくれる気がしています。引き続き編む日々の本からセーターを編んでいこうと思います。ページを開くたびに紙の手触りと編み図が心を落ち着かせてくれて、さあ今日も少し進めようかと静かに背中を押してくれるような一冊です。How to 本ってやっぱり電子より本の方が読みやすいし、愛がありますよね。今回使っている糸はイギリスのブリティッシュファインという糸。とっても繊細で細くて柔らかいんです。その分毛糸玉から糸先を出した途端にすぐ絡まってしまったりします。気づけば小さな結び目ができてて、ああまたかと思わずため息がこぼれる。編み進めたい気持ちとは裏腹に糸と対話する時間が増えてしまって、正直なところちょっとストレスです。でもこの細さと軽さがあるからこそ編み上がった時の着心地はきっと格別でしょう。そう自分に言い聞かせながら今日は少し環境を整えることにしました。そこで登場するのが糸巻き機です。絡まりやすい糸ほど最初の準備がその後の時間を左右しますよね。糸巻き機って電動のものもありますけど、私はやっぱり木製の糸巻き機が好きです。ハンドルを回すたびにコトコトと小さな音を立てながら糸が少しずつ綺麗な形に整っていく。まるで散らかっていた思考が一つの方向にまとまっていくみたいで、この作業自体がすでに編み物の一部のように感じられます。まだ胸のあたりまでしか編めていないので、毛糸玉がこんなに残ってます。1玉 25g。 手のひらに乗せると思った以上に小さくて、これで本当に1枚分になるんだろうかと少し心細くなるほどです。毛糸も年々高くなりましたよね。価格を見るたびに軽い気持ちで選べなくなったなと感じます。だからこそ一目一目がなんだか以前より重みを持つようになりました。糸を無駄にしないように編み直しもほどほどに、できるだけ丁寧に。毛糸はただの材料じゃなくて時間と手間が詰まってますよね。大事に大事に使っていこうと思います。テーブルにしっかりと固定して糸の流れを確かめながら一定のリズムでハンドルを回します。急がず焦らず、糸に無理をさせないようにこちらの呼吸も自然とゆっくりになります。それだけでこの先の編み物が随分楽になる気がします。
が1玉を丸めたもので、左側が2玉まとめて丸めたものです。2玉まとめてもヤンホルダーにしっかり収まってくれます。これなら編むことだけに集中できそうです。今日はこの形でこの先を進めていこうと思います。糸が整うと気持ちも自然と整っていく。編み物ってやっぱり不思議な時間ですよね。去年の初め頃、ふらっと立ち寄ったお店でたまたま目に留まったぷっくりシール。気づけばためらいもなく大人買いしていました。指で触ると少し弾力があって、光を受けるとツヤっと輝く。ああ、この感じ。胸の奥にしまい込んでいた記憶が不意に顔を出します。それがいつの間にか流行になっていて、平成ブームがまた来ていると耳にしました。なるほどと妙に納得。大人になった今でもこの可愛さがちゃんとわかるんですから。名前はドロップシールっていうそうですね。1枚ずつどこに貼ろうか真剣に悩む時間。貼っては眺め、眺めてはまた貼り直したくなるあの独特の集中力。今は Amazon でも買えるみたいなので、全国の大蔵省の皆さん、お子さんやお孫さん、きっと大喜びだと思います。もちろん自分にもね。こちらもリンク貼っておきますね。見てみてください。シール帳ってまるで小さな宝石箱ですよね。色とりどりの小さな世界が広がっていて、見てるだけでワクワクします。自然と会話が生まれます。3歳の子もすっかりシールが貼れるようになりました。台紙からそっと剥がして、少し曲がってても気にせずここと決めた場所にペタンと貼ります。その姿を見ていると、上手に貼れるかどうかより選ぶ楽しさを覚えてるんだなと思います。こうして何気ない遊びの中で手先も感覚も少しずつ育っていく。シール1枚にもちゃんと時間が流れてるんですね。そしてなんとシール交換まで始まりました。この感じと胸の奥が少しキュッとします。平成のあの感覚が一気によみがえるんですよね。大事に取っておいた1枚を出す時のほんの少しの覚悟と、交換が成立した時のあの高揚感。シールってただ貼るだけじゃなくて小さな交渉ですよね。友情の証みたいなものでもありました。四角いタイルシールとか懐かしいんですけど、もう出てきそうですよね。すでに出てるのかな。時代は巡るというけれど、こういうところは本当に早いですよね。引き続きセーターを編んでいきます。ここまで編んでくると、だんだんと模様編みもいちいち編み図を確認しなくても手が覚えてくれるようになってきました。青が3つずつねとか、ここは5個ずつねとか、そんな風に目の数が言葉のように頭の中で並び始めます。リズムがつかめると
編み物は少し音楽に似てきます。同じフレーズが繰り返されて、時々変化が入ってまた戻る。考えなくても手が動くその感覚が何とも心地いい。頭の中は静かなのに、手元だけが確かなテンポを刻んでいます。指につけているヤーンガイドは本当に役に立っています。糸が迷子にならず、指先の動きも安定します。こんなに小さな道具なのに作業の安定感がぐっと増えるんですよね。特に毛糸が一色ではない時、色を行き来する編み物ではこのヤーンガイドがあるだけでぐっと楽になります。サイズ展開あるので、気になる方は概要欄をご覧ください。一目一目が小さくて正直気が遠くなる作業です。でもその遠さこそが冬の時間に似てる気がします。急いでも早送りしてもしょうがない。だからこそ今日の分だけ静かに手を動かす。このセーター、冬が終わるまでに編み上げたいと思ってます。寒さが一番深まるこの季節、糸と編む時間が少しだけ心を守ってくれる気がしています。今日はここまでになりますが、もう冬本番ですね。どうか皆さんも暖かくして無理をせず、小さなぬくもりを大切に過ごしてください。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。